どうも。今回もミキシングとかいうやつやっていこうかなと思います。はい。よーい、スタート。なわけで今回素体にしていくのは HG ガンダムアスモデウスでございます。ウルズハントにて新規で登場したガンダムフレームなんですけども、ジャベリンやライフルこそ持ってるんですが、メイン武装はあくまでもグラントンファーの射出機構っていうのが男らしくて潔いですね。今回はこのアスモデウスをベースにいろいろなキットをミキシングしまして、自分好みのカスタマイズ機体を作っていきます。ガンダムフレーム系統の機体で自分だけのガンダム作る方とか結構おられると思うんですけど、あれ自分もやってみたくなったんですよね。じゃあ改造を始めていきましょう。スターツ。パクった。まずはアスモデウスくん、最初にガンダムフレーム系のキットを複数使いましてざっくりとミキシングしてみます。方向性とか決まってないうちはとりあえず適当にサクッと混ぜてみると意外といいやつが出来上がったりしますよね。特に鉄血系のガンプラだとフレーム部分に同じものが使われているキットも多く、大きな改造せずとも手軽に組み替えできるのが良いですね。で、とりあえず混ぜてみたのが画像のやつ。脚部や剣部、バックパックは丸々取り替えつつもアスモデウスの特徴はキープしたかったので、頭部と胸部、そしてトンファーがついてる腕部はそのままの状態にしています。左腕だけちょっと恥じろ星のものになってるんですが、後ほど取り替えておきます。アスモデウスらしさも残しつつも、恥じろ星やグシオンリベイクフルシティのような、少しシンプルな形状のパーツも取り入れることで正統派な感じの雰囲気を出すといった感じでカスタマイズしてみました。さっきも言いましたが、ガンダムフレーム系はミキシング改造が楽で良いですね。ほんと。なわけでアスモデウスくん、このまま塗装に入っちゃっても良いのですが、個人的にもう少しオリジナリティが欲しいかなと思いましたので、ここからは少しだけ手を加えた箇所を紹介していきます。まずは頭部。今更ですがアスモデウスって結構特徴的なカラーリングをしてますよね。こちらの頭部、据え置きのままでもかっこいいのですが、少しだけアレンジを加えてみようと思います。アスモデウス頭部の両サイドのフィンをニッパーでカット。間違って切ってしまった部分や切断面などなどを接着剤やヤスリで整えてあげます。こういう細かいところが多分大事。頭部側の切断面も成形して平面にしましたら、そこに先ほどカットしたフィンを接着し直してあげます。もともと横に広がるようなシルエットだったところを左右のフィンの位置を変更して少しスタイリッシュな見た目になるように調整してみました。とりあえずこんな感じ。追加パーツなどを使わず、あえて既存部分を加工してアレンジするってのも結構良いのではないでしょうか。デザインの引き出しがないと難しいですけどね。続いてバックパック。今回はこちらグシオンリベイクフルシティのバックパックを使っていきます。隠し腕仕込んでるってのが渋くて好きなんですよね。ただこのバックパック、サブアームあたりがそのままだと若干物足りなさを感じたので、ここも少しだけ改造してあげようかなと思います。使っていくのはガンダムアスモデウスの脚部全部。そう、バックパックのために取っておいたんですね。こちらアスモデウスの脚部、靴の部分にクローがついていて非常にかっこいいのですが、個人的に足で敵を拘束するって実際どうなんだろうと感じましたので、今回はこの脚部をあえてクローアームとしてバックパックに装着させていこうかなと思います。こういう大胆さもたまには大事。ただそのままの仕様だと脚部とバックパックの接続が全くできないので、こちら取り付けられるように改造していきます。使っていくのはガンダムフレーム腰部の脚部接続パーツ、腰の中に組み込むあれですね。こちらのパーツを使いましてリベイクフルシティのバックパックと脚部の接続部位を作っていきます。まずは脚部接続パーツをバックパック内部のパーツの穴に入るようにニッパーでカット。穴に入ることが確認できましたら瞬間接着剤で固定してあげます。めちゃくちゃ大雑把ですが、これにて改造は完了です。実際に取り付けてみます。脚部は前後逆に取り付けただけなのですが、割と黒アームっぽい見た目になっとると思いたい。最終的にはこんな感じ。こういうサブアームやらなんやらがバックパックから伸びてるようなシルエット、個人的にはめっちゃ刺さるんですよね。なのでつけました。オリジナルガンプラはそういう動機でええんやで。はい、ということでアスモデウス、ここまでの改造を終えたものがこちら。
動画で取り忘れてしまったのですが、脚部に恥じろ星のパーツを使ったウェポンラックを取り付けまして、オプションセット7に付属するアサルトナイフを装備させてみました。武器が多いと楽しいですよね。本体は比較的シンプルにまとめつつも、バックパックからクローアームを生やしてみたりと、いい感じにオリジナル味を出せてるのではないでしょうか。12のサブアームっていう概念がものすごく好きなので、大小関係なくいろんなところからサブアームを生やしたくなっちゃうんですよね。というわけで改造編はここまで。ここからは塗装編の方やっていきます。なわけでアスモデウスパーツ洗浄が終わりましたら、早速本塗装の方に移っていきたいと思います。今回の塗装レシピはこんな感じ。全体的にアスモデウスのカラーリングと同じような配色にしつつも、グリーンをオレンジに変更したり、暗めの灰色を採用したりと若干アレンジを加えてみました。最近青が中心のガンプラばかり作っていたので、いろいろなカラーリングを模索しておるのですが、やっぱ配色って奥が深いですね。全塗装が終わり、ある程度パーツを組みましたら、次は墨入れの方やっていきます。今回はサクサクっとブラック流していきます。鉄血系の機体ってディテールが精密なキットが多いので、丁寧に墨入れしてやると結構映えるんですよね。特に今回のアスモデウスなんかはデザイナーさんがビダールとかの人と一緒なので、ディテール目立たせてやったりすると良くなりそうですね。というわけで墨入れの方も終わり、この後は艶消しクリアを吹きまして完成にしたいと思います。というわけでアスモデウス完成編の方へどうぞ。というわけでガンダムアスモデウスブラキウムでした。ブラキウムはラテン語で腕という意味らしいです。名付けもこなれてきたんじゃないか。アスモデウスをベースにガンダムフレーム同士をミキシングしてオリジナル機体を作る、といったことに挑戦してみたんですが、いかがでしたでしょうか。最近は2個のキットをベースに改造することが多かったので、こういった複数キットでミキシング改造するってのも、難しいですが楽しいですね。はい、というわけで今回の動画はここまで。作品と動画がよろしければ、チャンネルと高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。気が向いたら押してください。すいません。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。